今回の問題。アクセスポートはホニャララの VLAN の通信のみを転送する。主に何々が接続するポートに設定される。アクセスポートの設定はスタティック VLAN であれば何々に VLAN 番号を設定する。ダイナミック VLAN の場合は何々をもとに動的な VLAN を設定する。答えはこちらです。今回はアクセスポートについて一緒に勉強していきます。それでは今回も一緒に勉強を頑張っていきましょう。お世話になっております。マサルです。今回は VLAN のアクセスポートについて一緒に勉強していきます。少し前回の振り返りしておきましょう。前回の動画では VLAN を作って VLAN に名前を付けるところまでやりました。ただVLAN を作っただけではスイッチ内にスイッチを作っただけの段階です。このままでは全ての通信はデフォルトの VLAN である VLAN1 に属した通信として処理されます。せっかく VLAN を作ったとしてもそれぞれの VLAN を活用することができていない状態です。VLAN を作ったら次のステップとしてアクセスポートの設定をし、どの通信をどの VLAN に割り当てるのか、そのような設定をする必要があります。今回は作成した VLAN に対してデータを紐付けるためにアクセスポートの設定を一緒にしていきます。アクセスポートというのは一つの VLAN だけに所属するポートです。主に PC やサーバーなどは一つのネットワークに所属しているのでアクセスポートを使用して接続します。アクセスポートを設定してどの VLAN に属しているのかを紐付けることができるんですね。そしてアクセスポートを設定する方法は2つあります。スタティック VLAN とダイナミック VLAN です。結論から言えば試験で求められるのはスタティック VLAN の方です。実際現場でも見かけるのはほとんどスタティック VLAN なので覚える優先度は断然スタティック VLAN ですね。今回はダイナミック VLAN も簡単に説明しますが、こちらは参考程度に知っておけば大丈夫です。ではスタティック VLAN から勉強を始めていきましょう。スタティック VLAN というのはスイッチの物理的なポートに VLAN 番号を設定する方法です。例えばポートの1番、2番は VLAN10 のアクセスポートとして設定する。ポートの3番、4番は VLAN20 のアクセスポートとして設定する。このように物理的なポートに対して VLAN 番号との設定を紐付けて設定を行います。この設定が反映されると、もし 192.168.0.0 の同じネットワークの IP アドレスを持っている機器だったとしても VLAN10 のポートにつながっている端末と VLAN20 につながっている端末は直接通信をすることができなくなります。なぜならスイッチの中に VLAN10 と VLAN20 のスイッチが仮想的にできていて別々のスイッチに接続されている状態だからです。物理的にはこういう状態なんですが仮想的にはこういう状態ということですね。物理的とか仮想的という言葉もよく耳にすることがあると思いますのでイメージを捉えておきましょう。物理的というのは目に見える世界の話です。手が触れられる世界と言ってもいいかもしれません。実際には今回の構成を目で見るとスイッチは1台なんですよね。ただ仮想的、頭の中の世界ではスイッチは2台あることになります。VLAN の機能によって内部でネットワークを分けているということですね。物理的という言葉や仮想的という言葉もよく目にすると思いますので、頭の片隅にこのようなイメージを持っておいていただけると参考書も読みやすくなると思います。話脱線したので元に戻しましょう。スタティック VLAN というのはスイッチの物理ポートに対して VLAN の番号を設定します。とてもシンプルに VLAN の設定をすることができるのでよく見かける方法です。デメリットがあるとすれば接続ポートの変更に対して柔軟に対応ができないことです。例えばポートの4番が故障してしまった場合、接続している端末は別のポートに接続し直す必要があります。ポートの5番が空いていた場合はそちらのポートに接続をし直すんですが、そのポートに対しては VLAN20 の設定をしてあげないと VLAN20 として通信することができなくなってしまいます。スタティック VLAN というのはポートに対しての静的な設定なので、接続ポートに変更があった際には設定をし直さなければいけない、融通が効かないといったところがデメリットとして挙げられます。次はダイナミック VLAN についてお話しします。こちらは最初にお話ししたように試験にもあまり出ないでしょうし、現場でもあまり見かけないので参考程度で構いません。
ダイナミック VLAN というのは送信元 MAC アドレスをもとに移動的に VLAN を設定する方法です。送信元 MAC アドレスと VLAN の対応付けをあらかじめサーバーに設定しておくところがポイントです。スイッチがフレームを受信したときに送信元 MAC アドレスと VLAN の対応付けを調べて動的に VLAN 番号をポートに設定する方法です。例えば送信元 MAC アドレス MAC-A からフレームが届いた場合、送信元 MAC アドレスを調べて MAC-A であれば VLAN1 としてそのポートを機能させます。もし送信元 MAC アドレスが C のフレームを受信したときには同じように送信元 MAC アドレスと VLAN の対応付けを調べて、今回は VLAN2 なのでポート3番は VLAN2 に属するとして設定するような流れです。この方式の良いところは先ほどのスタティック VLAN のデメリットを解決できることです。端末の接続ポートに変更があったとしてもいちいちポートに対して VLAN の設定変更をする必要がありません。MAC アドレスに応じて動的に VLAN のポートを設定することができるからです。ただ一見便利なダイナミック VLAN なんですがデメリットもあります。まず接続してくる機器の MAC アドレスを全て管理しなくてはいけなくなります。またハイエンドなスイッチしかダイナミック VLAN 対応していないので利用できるシーンも限定的です。よって実務においても試験においても目にするのは最初に説明したスタティック VLAN が多いです。それではここまでアクセスポートについてお話をしてきました。最後にパケットトレーサーを使ってスタティック VLAN の設定をやってみましょう。ではパケットトレーサーの画面に移動します。はい、それではアクセスポートの設定を一緒にやってみましょう。今回はスイッチ0に VLAN の設定をしていきます。アクセスポートとして FA0/1 の物理ポートに VLAN10、FA0/2 に VLAN20 を設定します。このように VLAN が異なればたとえ同一ネットワークの IP アドレスを持っていたとしても通信をすることができなくなります。PC1 から PC2 に向かってピングを一度行ってみたいと思います。今はまだスイッチに対して VLAN の設定を行っていないので、同一ネットワークの端末として通信できるはずです。それではやってみます。PC1 から PC2 の IP アドレス、ピング 192.168.0.2 を実行します。すると、このようにピングの応答が返ってきていますね。今はまだスイッチに対して VLAN の設定を行っていないので、同一ネットワークの IP アドレスを持っていれば通信できる状態です。あとは VLAN の状況も確認しておきましょう。スイッチの VLAN の状況がどうかというと、Show VLAN ブリーフで見ることができます。Show VLAN ブリーフを見ると、すべてのポートがデフォルトの VLAN である VLAN1 に属していることがわかりますね。では事前確認が終わったので作業に移ります。スイッチに VLAN10 と VLAN20 を作ることから始めましょう。VLAN の作成方法は前回の動画で詳しく説明しているので、今回はコマンドを実行するところだけ簡単に説明します。スイッチを選択して Conft でグローバルコンフィギュレーションモードに移って VLAN10 から作成していきます。VLAN10 を作って EXIT を押して設定を確定させて、次は VLAN20 を作ります。VLAN20 を作ったら EXIT で設定を確定させます。今 VLAN10 と VLAN20 ができたところです。念のため Show VLAN ブリーフで VLAN ができているのか確認してみましょう。VLAN10 と VLAN20 できてますね。ただこちらを見てもらうと分かるように VLAN10 も VLAN20 も今はアクセスポートとして何も設定されていない状態ですね。なので FA0/1 を VLAN10 に設定してあげて FA0/2 を VLAN20 に属するように設定をしてみたいと思います。ではここからが今回の本題になってきますね。FA0/1 を VLAN10 のアクセスポートに設定していきます。まずはインターフェースコンフィギュレーションモードに入ります。Conft でグローバルコンフィギュレーションモードに移って、今回はインターフェースファーストイーサネット 0/1 の設定変更を行うので 0/1 を指定します。まずはこの FA0/1 をアクセスポートとして使用するので、スイッチポート、モード、アクセスといったコマンドを実行します。このポートをアクセスポートとして利用しますよといった設定です。そしてこのインターフェースのスイッチポートはアクセスポートの VLAN10 ですよといった設定をしてあげます。スイッチポートアクセス VLAN10 設定できました。もしここでアクセス VLAN が存在しませんよといったメッセージが出てきた場合は、該当の VLAN が作成できていないということになります。
私と一緒の手順でやった方はここで VLAN を作っているので問題ないと思いますが、ご自身の環境でもしこのようなエラーメッセージが出た場合は VLAN を作るところができていない可能性が高いので、しっかり VLAN を作ってあげてください。では同じように FA0-2 を VLAN20 のアクセスポートに設定してみます。一度 EXIT で抜けて、次はインターフェースファーストイーサネット 0-2 スイッチポートモードアクセス設定してあげて、こちらも同じようにスイッチポートアクセス VLAN、 こちらは20ですね。20を設定してあげます。設定ができたら VLAN の設定状態確認します。 Show VLAN Brief で設定状態を確認してみると、 VLAN10 に所属しているインターフェースとして FA0-1、 VLAN20 に所属しているポートとして FA0-2 が記載されていますね。ここまで設定できれば PC1 と PC2 は同じスイッチにつながっているんですが、仮想的には別々のスイッチにつながることになっていて、直接通信できなくなっているはずです。PC1 から PC2 にピングをもう一度打ってみましょう。ではピングを実行します。はい、リクエストタイムアウトの表示が出てきています。このように通信ができなくなっています。それでは今回はアクセスポートを一緒に設定してみました。実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせを一緒にしていきましょう。アクセスポートというのは一つの VLAN の通信のみを転送してくれるポートです。すいません、アクセスポートが一つの VLAN だけというところは詳しく説明していませんでしたので、ここで情報を補足します。例えば FA0-1 というポートが VLAN10 に今は属していますが、 VLAN10 と VLAN20両方に属することはできませんよということです。アクセスポートの場合は一つの VLAN の通信のみを転送するポートです。そしてこのアクセスポートというのは主に PC やサーバーが接続するポートに設定されます。アクセスポートの設定方法はスタティック VLAN と言われる方法があって、こちらはポートに対して VLAN を設定する方法です。ダイナミック VLAN というのは送信元 MAC アドレスを元に動的に VLAN を設定する方法です。それでは今回はアクセスポートについて一緒に勉強してみました。次回はトランクポートについて一緒に学習していきます。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。